Hi everyone, it's Taika. Welcome to Talk to Store Kotetsu Japan CK ペース。前回の動画で、スーパー戦隊の売り上げが落ちている理由みたいなのを話したんですけど、でいろんな方からコメントをいただきました。コメントありがとうございます。で、その皆さんのコメントの内容とかを加味して、今回はじゃあどうやったら戦隊の売り上げ上げられるのかなっていうのを考察していこうかなと思います。第一にコメントで結構あったんですけど、いや仮面ライダーの売り上げが上がってる理由はおもちゃをすごいいっぱい作るからいっぱい売るから仮面ライダー売り上げ上がってんだろ、戦隊でもそれをやればいいんだよっていうコメントありましたが、これに関しては正直僕それはあんまりいい手法だとは思ってません。実際仮面ライダーファンの方でも仮面ライダー逆に言えばおもちゃ出しすぎだろって言われてるぐらいなので、大量に出せばって言いますけど、正直その手法が仮面ライダーで成功してるからってスーパー戦隊で成功するとは思わないんですね。まず一つの理由としては、仮面ライダーの方はどちらかというと大人向けで大人を対象にしている部分を考えてのおもちゃ戦略を作ってるじゃないですか。それに対してスーパー戦隊でそれよりもちょっと低めの年齢層を狙ってるので、大量に出しまくったとしても子供が買えるかっていう問題だと思いますし、正直いっぱい出したからといって売れるとは正直思わないですね。で、あとこれはすでに仮面ライダーで起こってしまっている問題ですけど、おもちゃ出しすぎてるせいでストーリーに制約が出てしまっているっていう部分はありますよね。それを戦隊でやらせたらもはや戦隊も仮面ライダーも一緒のものになっちゃうんで、差別化もできなくなるよねって僕は思います。じゃあ次によくあったコメントが、じゃあ大人向けの商品いっぱい展開すればいいじゃないって。スーパー戦隊も近年だと竜双剣のメモリアルとか VS チェンジャーのメモリアルとかで大人向けのものって出てますけど、正直これ出しても俺は売り上げ変わんないと思います。正直な話、理由としてはそれで言うんだったらスーパー戦隊アルチザンとかフィギュアースとかは終了してしまったのかっていう部分に気にすると思うんですね。実際だって売り上げが高かったとしたらバンダイだって売り上げできてんだから生産止めないでしょって話ですから。つまりだから当時フィギュアーツが終わったのは恐竜ジャーの頃で、戦隊アルチザンももうだいぶ前 2,3 年ぐらい前になってくるのかな、終わったのがデジタイザーが最後だったのかな。止まった理由が定かではありませんが、フィギュアーツ売れてたらフィギュアーツにまだにも出してただろうし、戦隊職人もあって売れてたらあれも売ってただろうし、売ってないってことは売り上げが出てなかったってことですよね。で、あれって完全に大人向けですよね。デジタイザーとかそこら辺、デジタイザー、携帯ザー、ドローンチェンジャー、オーラチェンジャーとか、あれのクオリティが低かったかって言われると僕はクオリティは悪くなかったと思いますよ。結構それでも希望通りの金額に満たなかった、希望通りの受注数に満たなかったから終了してしまったってことですよね。僕は未だに戦隊職人とフィギュアーツの復活期待はしてますし希望はしてますけど、難しいんでしょうね。だからメモリアルを出し始めただけまだ良かったなとは思いますよ。ただメモリアルもキラメージャー結局出ませんでしたしね。キラメージャーで何を出すって話にはなるんでしょうけど、で戦隊職人の方でも初期の方って真剣王とか大連王とかみたくロボットも出してたじゃないですか。あれも途中で止めちゃったじゃないですか。で基本的に変身アイテムのみになりましたけど、それも結局ロボット売れなかったからだよねっていう話だと思うんですよね。ロボット売れてたらロボット出してたと思うんです。その後も実際現行だった特急ジャーの超合金出ましたけど、それ以降のニンニンジャーとかって別に超合金出なかったですし、だから大人向けを出せば僕は必ずしも売り上げが上がるとは思わないですね。で大人向け商品と一緒ですけど、じゃあプレミアムバンダイの商品大量にバンバン打ち出せばいいんじゃないっていう話もありますけど、出したとこで売れんのって話じゃないですか。戦隊のプレミアムバンダイ商品で例えばコンプリートセレクションモディフィケーションみたく一瞬で売り切れるみたいなのってほぼないじゃないですか。じゃあ01みたくもう変身アイテムプレミアムバンダイ限定版でも大量に出しまくるって言っても多分難しいでしょうね。じゃあ話が面白ければ売れるんじゃないっていうところですよね。仮面ライダーも実際平成ライダーでいろんな話をやるようになったおかげで売り上げが上がったわけですから、じゃあスーパー戦隊も大人向けなシリーズとか例えばもうちょっと年齢層高めの設定のシリーズを作ればいいんじゃないって話もありますけど、戦隊でそれがうまく当たりますかねっていう話ですよね。正直ルパパトぐらいが正直限界だと思いますし、スーパー戦隊はどちらかというと子供に寄り添ってる方向のシリーズですからね。それがうまく当たるかって言われるとかなり難しいんじゃないかなっていうのが僕の印象ではあります。
まあいろいろ言ってきて、じゃあどうやったら売り上げ上がんねんって話ですけど、ゼンカイジャーはいい方だと思います。ロボットの方に重点を置いて、プラスでコレクターズアイテムとしての戦隊ギアで、それを使えるようにギアとリンガーで、さらにそこからプレミアムバンダイ商品である多分ギアとジンガーも後々商品化するんだろうなと思うので、を出したりとか、幅は多い方なんじゃないかなと思うので、皆さんの意見もわりかし取り込んでる方なんじゃないですかね。ただまあ大人向けかって言われると微妙ですけど、前回じゃ割と答えに近い位置を持ってるんじゃないかなと僕は思ってて、これで前回じゃ売れなかったら結構打つてないんじゃないかなって思ってるんですよね。まあでもこのままでバンダイさんも東映さんも終わらせる気はないでしょうから、まだまだ僕らが思いつかないような考え方はいくらでも持ってるんでしょうと信じたいところですね。皆さん的にはどうやったら売り上げ上がると思いますか？何か理由があればぜひお聞かせいただければと思います。では今日の動画は以上になります。また次回の動画でお会いしましょう。またね。